質問は、おはようございます。小木曽です。おはようございます。小木曽です。定例のライブ配信を始めたいと思います。土曜日ですね。土曜日に早いもんですね。もう土曜日かい。早いね。今日なんか日曜日やった気がするんですけどね。なんか大川にいたような記憶があるんですけど、早いですね。3連敗。まあもうね、もう今年はいいですよ。もう若い人頑張れ。ね、もう3連敗ということでね、今日負けたら終わりと。まあ4連勝は無理やろうということでほぼ諦めましたが、今年はね、もう、みちみさんおはようございます。杉若さんも杉若さん。土曜日早いですね。早い早いまあなんか皆さん起きてるんですか？僕はもう正直めちゃくちゃ早く起きてて、今日は早かったですね。2時から仕事してますね。2時から仕事し、今に至ると。7時ぐらいにお兄ちゃんが起きてきて、7時半かな。で、もう子供ら起きてんのかな。もうヘッドホンしてるから、家の状況よくわからないんですけど、で、もう子供ら起きてるんかなと思って寝室見に行ったら、みんな寝てたとまだ。お兄ちゃんは腹筋をして、で、ご飯食べて、ちょっと YouTube を見てたら面白かったんで、始めるのが逆に遅れました。今日ちょっとね、本格的に、にゃんころチーを書こうかなと思います。ありがとうございました。ローズさんか、ローズ、長野のローズさんじゃない方やからね、ちょっとこう、なんて分けたらいいかな。長野のローズさんは、ローズさんなんですけど、ローズさんって方が送ってくださいました。結構最近、この夏ぐらいにメンバーになられたかな、夏ぐらいだったかな、めちゃくちゃ可愛いにゃんころちですよね。この、ちびにゃんこを書いていきます。赤坂さんも。土曜巡ってくるのが早いですよね。もう、じじいになると。こいつ書こうと思います。めっちゃ可愛いですよね。これ子猫でいいんですよね。猫自体がよう分かってないおじさんなんで。赤坂さんもおはようございます。焼き魚じゃなくすみません。ドジャースとメッツもやってる昨日見れんかったから、昨日ずーっとこう、高評会を取ってたら、下田もうメッツやってるうわちょっと見たいな、俺も。下田な。ねえ、ちょっともうワールドシリーズ期間はもう、ワールドシリーズ行きそうな気配あるじゃないですか。2連勝して、今日3試合目っていうことか？ニューヨークでは。3試合目ということか？ねえ。ちょっと初めにこう、ニャンコロチーはアクリルで描いてから1日で描けるのかということで。下田な。また裏かぶりやな。最強に強いのが裏かぶりしてますな。絶対こう主張が伸びないパターン。そうか。千賀君ね、初戦見ましたよ。何も。ねえ。もう、千賀広大君。すごいですよね。あれの星ですよね。何だっけ。育成の星ですよね。そこまでいけんもんね。よいしょ。パドレスの試合で僕の中はちょっと若干一旦、あとはヤンキースが上がってきてくれたらね、ジャッジ対大谷君の MVP 対決。おそらく今年も両者が取るんじゃないかと、野球評論家のようなことを言っていますが。愛藤じさんおはようございます。今夜もうね、もう諦めましょう。あんだけ打てへん。吉川おらんだけでこうなるかいと。岐阜出身ですけどね、吉川くんっていうね、セカンドのね、今年も、MVP 級の活躍をした吉川くんというのがちょっと欠場しているんですけど、いや、まあ、しゃあないな。もうね、あんだけ打てへんとな。岡本ちゃんのホームランだけは昨日見ましたけどね。まあね。やっぱこう感覚空きすぎよね。なんかね、クライマックス。ファンの心理もそうですよね。ちょっと優勝からなんか気持ち冷めてますもんね。ちょっとね、クライマックスシリーズとの間をもうちょっと縮めてくれんかなと。プロ野球コミッショナーの人多分見てると思うので、見てるわけないわと。ちょっとこの腕をギューッと前にしてるんですけど、この手がこうと思ってね、この手がと思って、で、まあ、その他も送ってもうたんですけど、それも良かったんですけどね、これが一番可愛いかったんで、
さすが親御さんやね。一番初めに送ってきたやつですね。ふみさんおはようございます。吉川いないの痛すぎるよね。千賀君応援していたけど、ドジャース応援するややこしい私、わかる。僕もね、パドレス戦はダルビッシュを応援してしまうというかね。わかります、わかります。吉川君、痛いね。ライト君、中山ライト君っていうね、代わりに入って、僕結構推してたんですよ。一昨年の、キャンプ見に行った時に、門脇君がこう、わーっと言われ出してたけど、僕はライト君をずっと推してたんですよ。その当時から。一緒に見に行った人にも。この選手いいですって。何様やっちゅうね。偉そうなこと言いやがって。ね、おはようございますと。皆さんね、もう、昨日もお兄ちゃんうるさかったっすよ。お、誰が来た。これはお兄ちゃんの可能性。弟にしては歩き方が早い。じゃあ、背景はなんかね、ちょっとこう、アクリル絵の具のこうマチエルとかちょっとつけてみましょうかね。誰かおるな。あ、降りてった。偉いね。諦めて降りてった。こうなんかこう筆の後でもこうつけときましょうか。クックククククク。形添い添い病に皆さんならないね。こう形添い、こうは塗ってもええんですけど、そこからこう筆を形添い添いにならないように絵の具のこうタッチをこう複雑にしてあげたりとか。ね。グググググ。で、アクリル絵の具の場合、ちょっとこう置いて、そのすぐはあれですけど、少しまた乾いてきたらまたこう、動かしてあげたりとかすると、こうブラッシュストロークというか、絵の具のね、お兄ちゃん大人っぽくなってきたよね。もう本当にでもね、クソわがままですよ、相変わらず。ちょっと今日雨降っててね、もうほんとカマキリのバッタを取りに行きたいんですけどね、バッタを取りに行きたいなと。まずこう生の白みたいなんで、お兄ちゃんがもう虫にほとんど興味がなくなってきて、パパと二人でこう虫ばっか見てるというね、弟が。カマキリおもろい。卵まで産んだ。おもろい。よいしょ。友達が僕はいないのでですね。皆さん、友達になってください。あ、質問してくださいね、星印。ゆうさんは、こんばんは、ね。楽しみにしております。もうね、かおるさんも、こんばんは。かおるさんっていうのは、かおるさんっていうのは初めてかな。かおるさん。ねえ、もう僕はもうテンション上がりまくってますけど。風邪だけひかんようにこう注意をして、あんまりこう日頃そんなことを自分の古典とかでもそんなあれせんのにもうめっちゃ楽しみで仕方ないというね。ボンジョルノのね、ボンジョルノ全然イタリア語喋れへんくせにね。よいしょ。ちょっとぐらい勉強していけよって話なんですけど、する気もないというね。よいしょ。まあなんかこう、こう旅に行くんですけど、ああいうこう旅をして、なんか先生と行くツアーみたいなんで、再来週ぐらいかな。僕8から東京入るんですけど、29日からやったかな。なんかこう、旅によっては先生を全然見かけなくて、先生は勝手にどっか行って、みたいな旅あるらしいですけど、僕結構ちゃんと教えるというか、結構近くにいて、みんなと一緒に絵描きますからね。朝早くなんか取材とかすることありますけど、意外とこうちゃんとしてるというか。よいしょ。で、これちょっと乾くの待っている間、少しこうね、少し上の方は、こっちの方は絵の具が乾き出しているので、少しこう乾き出しているとこはこうちょっと触って、動かしてみたりしました。で、ニャンコロチーもね、少し描いていきましょう。ニャンコロチーの、まあ僕が動物苦手なの皆さん知ってると思いますので、頑張って動物を描けるように、練習中でございます。苦手はもうね、無視するというのも手ですし、たまにはこう、たくさん絵を描かれる人は克服しようと努力することもあっていいのかなと。私なんかはたくさん描くタイプなんで、苦手なニャンコロチー。このぐらいだったらなんか噛まれる気しないですけどね。スマイルひろみさんもおはようございます。ミミマルさんもおはようございます。中日3連勝したと G に連敗した過去が、そうなんだって。まあ僕は今回もう諦めてますけど、若干ね。
でもピッチャーがね、ジャイアンツの方全然いいんですけどね。若干もう諦めてますね。中日の監督、井上和樹でしょ。渋いね。中日の新監督渋いね。井上和樹なんか誰か知ってる人おんのかな思ってね。マニアックなファン。野球好きな人ってもちろん知ってるんですけど、なかなか渋いとこ行ったね。中村武史とかは、あれなのキャッチャー監督僕やっぱいいなと、今回安倍さんでやっぱ思いましたけどね、キャッチャー監督。谷繁さんもちょっとやりましたけど、なんかね、古田さんもちょっとやりましたけど、やっぱ昔で言うと野村監督とかね、西武の森さんとかですけども、キャッチャー監督でなんかやっぱね、野球全体を見渡してるからですね。はいの話せよと。大したことなかった発言からの逆転したのありましたね。あ、それあれじゃないですか。近鉄じゃないですか。加藤でしょ。よう覚えてるわ。めっちゃ趣味。じゃなかったっけ近鉄かなんかね。近鉄なんか全国放送にほぼ映らんかったから当時、藤寺球場でね。ちょっとこう全国放送にうっかり軽めに言ってしまったっていうかね。確かでも大したことなかった。なんか発言の内容がちょっと歪曲されて伝わったらしいみたいな感じだったような記憶ありますけどね。1989年とかちゃうのバブルの頃やないの確か。これ合ってたらすごいね。年代まで合ってたら。確か1989年ぐらいだったような気がするな。よいしょ。よいしょ。あ、今日は板に書いてます。板にね。この板は、シナベニアというのに、ジェッソですね。ジェッソを白黒のを塗って、もう大量にこういうの作ってあります。ちょっとこれ割れてしまったんですけど。こういったものを、こう、皆さんのサンプル用にね、日頃の古典とかではもちろんこんなん出さないですけど、皆さんにこう、作画動画としてお見せする際には、古典とかじゃなくね、で、こう、筆、あとちょっとこう、残しながらね、一応古典の作品も、ある程度終わりまして1ヶ月後なんですけど、1ヶ月ちょいかな。一昨日郵送しやした。ありがとうございました。今回はちょっと前のYouTube のライブ配信でも決まりましたけど、カレンダー作る方向で一応考えておりますので、はい。ただ250部ぐらいかなと。その次がなんか500部ってなったんで、500部も作る自信もないし、在庫抱えるの嫌やから、250部限定ということで、ございます。いい監督に、井上和樹は。そうなの、キャッチャーがいいですね、と。伊藤とか。和樹。井上和樹ね。井上和樹やった。なんか僕間違えて言ってた。よいしょ。筆跡を少しこう残しながら今進めております。井上智樹って言った間違うた。ちょっとね、渋めの監督ですよね。確かにね、明るくね、ちょっとしてくれる監督はね。よいしょ。よいしょ。もしなんか質問あったらしてください。初めて見るという人もぜひぜひ。ね、稽古川又さんも、おはようございます。ごめんなさいね、コメントいただいてて、ありがとうございました。確かになんか、こう、音楽大学の試験って、一瞬で決まるから、結構、なんかね、違うなぁと思って、確かに音楽大学なんかね、5分とか何分で決まるってなかなかタフですよね。その点、美大とかは、6時間とかでも、関西の大学やったら3時間とか。東京芸大の僕らの頃はもうね、1次試験が6時間ぐらい。2次試験が6時間が4日間。四六24、24時間、30時間やるのか。今思えばすごいね。というような感じですね。二度とやりたくないですね。ゾッとしますね。受けるのも、その、監督がもう二度とやりたくないですね。よいしょ。ビュッピュタ。少しこう筆のストロークをつけながら、毛先、
ニャンコロチの特に明るいところを描いていってます。で光がほんの少し側逆光気味にここにちょんと当たってるという感じかなと。わあ、カレンダー楽しみね。ね、皆さんね。あ、僕間違えてなかった。カレンダーね。まあでも油絵がちょっと今回多くなるんですけど、なんか水彩は水彩でってなんかね、作れたらおもろいかもなとかいろいろ思ったんですけど、まあ水彩2枚と油絵、10枚という感じにしようかなと。ちょっとやってくれる子が今忙しいから、来週ぐらいから動き出して、11月の中頃ぐらいには出来上がるようになんとかできたらなと思ってますけども。よいしょ。よいしょ。ただカタログが今回ないからね、まあ前売りって言うんですけど、欲しい人とかにこうどういうふうに、遠方の人とかね、どういうふうに届けようかな、ちょっと悩むとこですけどね。オンラインカタログを作ろうと思ってるんですけど。よいしょ。見たいですか皆さん。オンラインカタログ。よいしょ。少しこう、置かれてきました。にゃんちーにゃんちー。恐竜兄弟のシール付きシールね。ちょっとそれは考えておきましょうか。シール付きね。確かにね。シールとか安そうやもんね。作るのね。2、3000円で作れるならね、シールとか、個展会場に来てくれた人にステッカーつけるとかね、ステッカー的なやつわあ、かわいい猫大好き。あ、しのぶさんもおはようございます。緊張しているのに部屋入って怖い審査員の顔ばっかあって、いきなり超絶技巧とか引かなきゃいけないのは死ぬほど辛いです。いやー、私も試験弱いタイプやから嫌やな。絶対嫌やな。試験私も弱い方なんで。もう、その自覚が若い頃ってないんですけど、1回2回失敗すると、だいぶ分かってくるんですよね。で、試験が弱いって分かると、ちょっとマシになるんですよね、あれってね。面白いもんで。分からんうちにやってると、本当ただテンションが高いだけのおじさんっていうね、感じになるので、この試験に弱い人はそういうこう自己分析を多少できるようになってると。ちょっと水で薄めたので、書いてってます。なってくるといいですよね。シール付け、どうやろうな。何やだっけ。いつもあそこの、なんちゅう、グラフィック社っていうオンラインの、それで大体作ってます。まあ、いつも作ってくれてる子がそこのサンプルの紙とか持ってるんで、これどないでっか、みたいな感じで、よいしょ。あ、そいつ今日から個展言うてた。よいしょ。でも宣伝したいんやけどな。よいしょ。しのぶさんどうだったっすか旅の方はね。あんな旅行ってたって知らんかった。羨ましいな。なんか電球切れそうやな。どれやろ。チコチコ言うとんな。どうでしたか旅は。羨ましい限りですね。よいしょ。よいしょ。少しこう濃いところを今こう書いていってます。少し濃いところとかを書いていってます。本格版で、ある程度本格版というか、今日は極力ね、一日でここまで書けるんやということを見せつけてやろうと思いまして、皆さんにね、嫌がらせのようにね。松本さんもおはようございます。みのうさんもおはようございます。上がらないようにはよく寝ること。今でも。寝れます一番怖いのは僕もイタリア行く前日寝れんのかな楽しみすぎて。寝れんのかな飛行機で爆睡するためにね。ちょっとあれですけど。
皆さんね。よいしょ。やってますか皆さんの地域も選挙。我が地域もやってますよ。やってます、やってます。一回だけもなんか行ってみたいですね。なんかもう両方の陣営手伝いに行きたいぐらいだけど、そんなん絶対あかんやろな。どっちということはね、うちはのとこは自民と、立憲民主の一騎打ちになってますけど、なんか、皆さんが自分が向いてる職業とか向いてない職業ありますか？一番向いてないのは政治家やと僕思ってるんで。一番向いてないと思ってますんで。失言しまくりそうやしね。よいしょ。よいしょ。ちょっと薄めに今ちょっと書いていきました。またドライヤーで少し乾かします。にゃんころちーワンコロチーっていうの映る？にゃんころちーと可愛いワンコロチーの言い方が可愛いので真似してしまいます。にゃんころちー。これいつから言い出したのね。もうだいぶ昔から言ってたっぽいよ。僕がなんか20年ぐらい前にはもうそうやって呼んでたと証言される方がいるので。なぜそんな呼び方をしだしたかさえもよくわかっていないんです。じゃあさん。選挙楽しいですよ。なんか楽しそうやもんね。選挙手伝ってみたいなってちょっと思いますけどね。いやーなんか、手伝い行こうかな。来年の参議院選挙とか行こうかな。よいしょ。ちょっとこう水で薄めたので、例えば少しこう、ね、背景なんかグレージングみたいな感じでしておいて、ね。選挙面白そうですよね。一回ちょっと手伝ってみたいなっていうか、まあ、YouTube のやり方を教えてあげたいなっていうだけなんですけど。自民党もなんか大負けしなそうっていう感じの情勢が出てて、まあでもまあ多少は減らすと。で、立憲民主は若干伸ばしそうみたいな感じでしょ？もうよくわからへんけど。維新の会はだいぶ減らしそうみたいな感じでしょ？まあ僕はいつも言ってますけども、子育て、子供問題と教育だけしか正直興味がないというか。よいしょ。ビビ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 ビ。少しこう汚すような感じで、下の、アクリル絵の具の凹凸をちょっとこう際立たせるような仕事。関西弁も映りそうです。おい。おさえさんも間に合った。おはようございます。今は自分のチャンネルでも、チャンネル持ってる人もなんかめっちゃ視聴回数少ない人とか結構いません？国会議員とかね。なんか、めっちゃ少ないな。逆にやっぱコツコツやってきはった人がやっぱ強いなっていうかね、自分のあれができあるからと思うんですけどもね。少子化問題とかね、もうほんとその辺とかしかあんま興味ないもんな。いや、分かってないからね。よいしょ。ビビビビビビ。よいしょ。ビビ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 。ビビビビビビ。おさえさんの鹿児島ってあれ、森山さんって、鹿児島出身なんなんか、ちょっと YouTube で見てたら、鹿児島言うてたから、そうやったんやと思って。若干なんかなまってはったから。あれ、結構いいおじいちゃんですね。リブラさん、映りまんな。真中なよこさんもおはようございます。登録人数が少ない議員は、主張がないのだと思われます。主張っていうか、やっぱ下手なんちゃう下手なんちゃうかなと思って見てるんですよね、僕ね。主張というか。まあでもなんかね、石丸さん以来、こう、やっぱりこう、ね、そういうこう、SNS 選挙によりなってきましたもんね。そうなるやろうなとも思ってたけどね。国民民主党の玉木さんがうまいことやってますね。あれ見てるとね。
ね、石丸さんと対談した後に石丸さんが実は、その後ブチ切れたけど、すぐ謝罪したという。謝罪の速さがやっぱ素晴らしいね。謝罪の速さがやっぱ素晴らしいね。ささっと謝る。よいしょ。よいしょ。もしなんか質問あったらしてくださいね。もう本当こうわけわからん今持ってることダラダラ喋るだけになってしまいますよ。こんな風に選挙の話とか1ミリも皆さんね、後から配信見た人何の話しとんねんって感じになるかもしれない。2024年の、10月のもう20日、残りあと2ヶ月となりました。今年も。早いね。皆さん、早いね。もう、何してんの皆さん。早いね。僕はもう今年の目標は、登録者5万人、あと530人、540人か550人かぐらいです。なんとかね、皆さん、隣近所の人にぜひ登録してと言わんでいいですよ。よいしょ。よいしょ。登録してもうてもね、なんかね、見てもらうため意味ないからね。YouTube はね。という感じで、こう、複雑にまたしました。もう一回ドライヤーで乾かします。あ、ウグイス城やったんですか？すごいね。ウグイスボーイはできないんですかね。皆さん、こんにちは。どんな感じよな。皆さんとか言わんか。ウグイスボーイってないんかな。うちの選挙区や誰かな。原口秋正をよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。古い政治をぶっ壊す。それ違うな。どっかの塔やな。適当やな、もう本当に。ちょっとこうドライブラシって言ってね、こうやってこう、ちょっと、乾いた後にこうかすらせて書いてあげたりとかすると、こう、この、まあ、チエルがこう浮き立って見えてくるでしょ？こんな面白いと思いませんか？古い政治をぶっ壊す。原口さんとは誰いたっけ？岩田和親。岩田和親を古い政治をぶっ壊す。よいしょ。よいしょ。よいしょ。こういう風にちょっとこうかすらせて書いてあげる。マチュール見えてるかな？見えとんな。ね。っていう感じでも面白いかなと思います。まあ、このぐらいで輪郭が少しこうなくなってくるっていう感じがあってもいいと思うんですよ。もう背景と後ろバチッと分かれるというわけじゃなくて、輪郭線を例えば少しこうね、柔らかい毛のもんやったりとかするから、少しそういう風にこう見えてきても面白いかなとも思いますので、例えばこんな感じにしたりとか、しもった。髪の毛を下に置いてきてしまった。子供ちゃん持ってきて。ちょっと青系、黄色系、豚ロシアに見てる。よいしょ。にゃんころちかわいい。小木曽先生を知るまで、画家のさんって寡黙な。いや、めちゃくちゃ寡黙やないですか。何を言ってはるんですか。ちいさんめちゃくちゃ寡黙やないですか。なんか間違えてるんじゃないですか。めちゃくちゃ寡黙じゃないですか。まあ、寡黙を装ってる人は俺は多いと思います。意外と皆さん喋ります。それは僕はなんか知り合いやらなんやら見ていて思いますよ。いやいや、そんなことじゃないでって感じはしますよ。見てて。猫パンチ猫パンチ猫パンチ懐かしすぎますね。ミッキーロークでしたっけ？ちょっと古ないですか皆さん。猫パンチってね、古ないですか？ミッキーロークやったっけ？あれなんやったっけ？ミッキーロークとかいう俳優さんが、アメリカの俳優さんが確かボクサーになって猫パンチって言ってね、そういう話じゃないの？猫パンチ。ちょっとこうピュッと入るとね、印象変わりますよね。で、途中から油絵に、もうアクリル乾いてるわ。していこうかな思ってます。よいしょ。なんか旅行かれる人とかでもし質問あったらしてくださいね。ここじゃなくてもね。猫パンチ。鼻が赤い。
おはようございます。入ってる水彩サークルに話の流れで登録者、私含めて3人いること。わ、すごいね。みんな言い出せずにいたよね、4年間ね。そりゃそうやな、こんなね、頭おかしい人登録してるとかね、見たりしてるとか言うたらもう、皆さんもちょっとね、危ない人扱いされてしまうから、なかなか言い出せずにいたってことでしょ？今の話。ね。そりゃそうやわ、もうこんなやばいおっさんの、ね。3人もいたんや。猫パンチ。猫パンチ。もっと目とか可愛いね。ひらっとこう刺しとこうか、先にね。油絵で、と言って。油絵で後でやりますんで、後で油絵を少しやっていこうかな思ってますんで、にゃんころちの目描きました。今朝までね、油絵描いてたからね、その絵の具があるので、今日はね、久しぶりに油絵を。こう耳のこう透けてるこのなんか肉の感じ。皆さん猫のどういうとこが可愛いんですか？僕もめっちゃ可愛いと思ってますよ。ね、可愛い。特に子猫はね、わかるんですけどね。うちの、近所のノラちゃんはいいんやけど、うちの花壇にめっちゃ、なんていうかね、焦げ茶色の物体を落としていきよるんですよ。毎朝。なんかもうちの弟がいつも追い払ってます。こらーとか言って走っていくんですよ。こらーとか言ってね、茶色いのを落としていきはります。まあ、どっかの飼い猫やったんやろうけどね、ノラちゃんになって、もう彼らもね、そんないじめたらあかんのですけどね、ちょっと茶色いやつだけ落とすのやめててほしいんですよね。焦げ茶色のやつをポロッと置いていきはる。忘れ物していきはるんで。あれだけやめてほしいなと思いながら。よいしょ。猫のどこ可愛いんですか？独り言言いながら、プログラムは打ちますが、絵は黙っちゃいますと。書くときね。最初、恐竜ちゃんたちが、YouTuber っぽくて、最近のかな？カマキリ死んじゃったの残念。山ほど死んでます。死んではまた見つけしてきていて、僕が今年はもう、今カマキリにハマっていて、私の友人の村田秀幸くんっていうのがいるんですけど、そいつが、カマキリおもろいでって言うたから、ほんまけって言って、ちょっとハマってしまって、ですね。ちょっとやっぱり、すみません。ほんの少し待っててください。紙やすり持ってきます。吐いた。すみません。ちょっと、近くにありました。よかった。最近 YouTuber っぽくなってきてるよね、あの二人ね。でちょっとこう、例えば輪郭のところとかに絵の具が立ってくるって僕よく言うんですけど、こことポコッとなっとるんですね。で、こういうところとかはやっぱりもうちょっと削っておかんと輪郭のところとかは、邪魔してしまったりするので、こういうところは少しこう削って、ある程度慣らしておいたりとかします。よいしょ。で、まあ、この中とかも少しこう、少しね、こう、毛の方向とかに合わせて削ってみたりとかして、ちょっと複雑にしてみたり、よいしょ。しておきますと。よいしょ。なんかちょっとここのマチエルが僕からすると、この辺はなんか綺麗にいったなと思うんですけどね。2枚しかないと思います。で、アクリルの場合、しっかりと筆をね、洗っておいてください。めちゃくちゃどんよりしてきた。猫が好きなのに猫が好きなのは人間に媚びないところが好きです。そういうことか。っていう人結構いますよね。
ワンコロチはなんかこびてくるじゃないですか。まあでもなんか僕は大体今までも犬買うても僕はいつも最下位なんですけど、もう一層ぐらい塗っておこうかな。迷うとこで。もう一層ぐらい。一層ぐらいなんかこう複雑にしておいた方がいいかな。悩むな。本格的に。ちょっと悩ましてくださいね。絵の作りたいからね。トークンすぐ泣きそうになるのかわいい。かわいいね、あの子ね。もうほんまに。ほぼ怒られたことないから。お兄ちゃんが怒られてるとき、トークンは悪くないよね、とか言うてくる。でも心配になるね。なんかお兄ちゃんの顔色を伺いながら生きてる感じがして。ちょっとアクリルでもこうグレージングというのをちょっとしておこうかなと。どちらかちょっと茶色系みたいな感じで、ちょっとこう茶と青を混ぜたような感じので、これだと緑系になるんじゃなくて、青と赤に近いか、まあ紫に近いかな。例えばこのぐらいの色とかを、こういうメディウムとかを入れて、少しこう、ちょっと剣の方向とかにね、しながら、こびないところが好きか。僕なんかもう本当に自分のなんか座右の銘っていうのはもう媚びへつらい、忖度。長いものにはぐるぐる巻き。僕の座右の銘ですからね。もう猫とは真逆の生き方してますね。本当にもう猫とは真逆の。媚びへつらい、忖度。ズブズブ。裏金。何ですかノルマ。群れる。もう僕の座右の銘ですからね。みんなと一緒。私の座右の銘を少し発表させてもらいました。ちょっとこう透明水、アクリル絵の具も水で薄く溶いて、こうグレージングみたいな感じで、少しこういう風にこう、水だけでやると少しこうマットな感じになるけど、こうちょっとこう、グロスポリマーメディウムと呼ばれるものを入れてやると、透明感になると。そうなんですよね。で、まあ、こういう時は、形添い添い病をなくすようにね、もうそういうの気ぃつけたりとか。もう乾いてきてる。早い。おお、早い。よいしょ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 。もしなんか質問あったらしてください。ジェルメディウムでしょうかグロスポリマーメディウム。ほぼね、グロスポリマーメディウムが、ジェルメディウムを薄めたのってグロスポリマーメディウムだと思いますね。多分ね、高いのがジェルメディウム、柔らかいのがグロスポリマーメディウム。で、内容多分ほぼ同じだと思いますよ。僕の予想ですけど。内容量を見たら、こういうところをこう皆さん見てもったらいいと思うんですけど、アクリリックポリマーエマルジョンって書いてあるんですけど、これ映らんか。こっち側で映るかな。ちょっとピントが合うか合わんか。ピント合わんか。ここにアクリリックポリマー、あった。アクリリックポリマーエマルジョンって書いてあるでしょ。だけなんですよ。で、これ、要は、ね、ジェルメディウムもグロスポリマーメディウムもこれだけしか書いてないから、同じだと思います。はい。なんかくるくる回ってるの。ワンコロチーハ。くるくるしてるの。大丈夫か配信止まってんのよし。という感じで、アクリルのパートみたいなのはこれぐらいで終了したいと思います。
ます。まあ、ちなみに昨日なんか、この辺に出てる絵の具があるんですけど、お兄ちゃんに、キングコングを作れと言われて、キングコングですね。キング、くるくるしてるので、キングコングを作らされました。なんでやろうね。わからん。皆さんくるくるしてんね。私もようわからん。接続状態は良好ですとは出てる。まあ、配信終わったら多分ちゃんと見れると思いますのでお許しください。みちみちさんからの質問です。ごめんなさいね。もうくるくる僕の方ではもう接続量は良好ですと出てるんやけど。どないして筆置いたいかな。どないして置いていく。うわ、手ついてもだ。手ついてもだ。モチーフの観察についてですと、ちょっと離れて重なり合ったり、細かいモチーフの形、像が重なっているようで、はっきりしないとき、つい片目つぶってしまうんですが、それで写真と同じになってしまう。いやー、それはないなんでしょう。片目でこうは見て、こっち側こうかなとかっていうふうにはもちろんこう見ることはあっても、絵に描くときに立体感を出せばいいので、見え方の問題と、その問題、ついてる。はちょっとこう違うというか、書くときにやっぱりこう変えてあげるというような工夫、努力をしていけばいいだけの話なんで、それは特に、自分の意識の問題でなんとかなるとは思いますよ。これちょっと難しいな。筆がな。こんな感じでいこうかな。よいしょ。どんな感じでいこうかな。背景どないしようかな。難しいな。まだ結構くるくるしてるこれはね、もうどうしようもないし、なんかこう天気もあるかもしれない。めちゃくちゃどんよりしてるんですよ。こちら。めちゃくちゃ。どんよりしてるから、なんか雷とか鳴ってるのかもしれない。ミディウムのアップありがとうございます。すいませんね、くるくる病はもう僕の方ではちょっと直せないので、いつもはくるくるせえへんのにね、そんなね、ほとんどこう家でやるときはね、家中のこうスマホとかがこう稼働しとるんかな。そういう時くるくるとかする可能性あるもん。どんな色がいいかな。バーントシェンナ。ウルトラマリンブルー。ウルトラマリンブルーがない。ちょっと待って。よいしょ。ウルトラマリンブルーが、ない。ウルトラマリンブルーがない。コバルトしかない。ローアンバ。ウルトラマリンブルーがない。ない。ちょっとすみませんね、くるくる病はもう今日許してください。もう私の方ではもうどうしようもないから。ちょっと私のはせめて iPhone だけでも、あれを外しとこうか、Wi-Fi を外しとこうか。ね。Wi-Fi を外しときます。うん。声が途切れてるさっきは5秒に1回。もう、これはね、もう、許してください。申し訳ない。どうしようかな。背景をこのにゃんこより明るくするか暗くするかの問題は出てきますよね。どうしようかな。アクリル絵の具の場合はこうやってね、書いてあげて、もう取れないから、いいですよね、乾いてればね。後でね、いやいや、なんか、みちみさん、絵を描き直すときに、立体的に描くから、片目で僕も見ますよ。見るけど、でもこう、絵を描くときに、やっぱりこう、また立体感というのは出すんですね、感。大雨やね。それもあるんちゃうかな。ちょっと待ってね、iPad に止めて。はい、
なるべくこう近くにあるやつの Wi-Fi をガンガン今外していってます。ごめんなさいね。よいしょ。まあこれブラッシュグレーズという風に言いますけども、ワンコロチヘイワン。ちょっとパレットね、ごめんなさいね。よいしょ。ギリ光ってない。よいしょ。ワンコロチ。これは完成油だけで今、やってます。で、ウルトラマリンブルーとバーンとシェンナトランスオキサイドレッドっていう風には松田スーパーさんやったら言うてます。ではこういう風に、こう一回ね、こう、全面をこう、グラッシュ、グレーズみたいなこうしてみて、うわ、めちゃくちゃ雨降ってきた。多分その辺が影響してると思います。雨と。ビビビビビビ。ビビビビビ。いやー、消えた。消された。大丈夫かな。よいしょ。で、まあ、例えば、ね、拭き取ってあげても、ちゃんとこう、下の絵の具は、もうやっぱ完全に乾いとんだ。素晴らしいね。完全に乾いとるなと。おい、こういう風にこう指ですり込んだらこういうね、マチエールがすごいこう、立って見えてくる。立つって僕言うんですけど、いや、凹凸の中にこう入っていくので、そうするとこう、ボコボコがよりボコボコっとなったりね、すると。思い切って拭き取りたいときは、また完成油をここにつけて、拭き取ったらもうほぼ拭き取れます。よいしょ。よいしょ。そうそう、頭の中で再構築していくことが絵を描くことやから、こう見えて、これをこうしたらこうなるとかじゃなくて、こう、二眼で見ていて、に映したときに、これが片目で見て、左側が前にあるけども、ということやろ。そりゃそういう風にしていくんちゃうかな。よいしょ。雨降ってった。もう、今日どっか連れてったの思ったのに。もう。よいしょ。ね、どっか連れてったら思って、リンゴ狩りとかええんちゃうか思ってちょっと調べてみたんですけど、意外となんか、やってなくて近場で、あかんか、なんて言ってたんですけど。明日動物園ぐらい、なんかね、気温も良くなってきたからね、動物園ぐらい連れて行ったろかって話をちょっとしてたんですけど。くるくる治った？猫かっこいい。いいよ。まあ、今朝までこう使ってた筆やから、どれが調子ええとか分かってるっていうのがね、こういう、配信の時にいつもこう困ってるじゃないですか。あかん、これ調子悪いとか、あかん、調子悪いとか言うてるんですけど、まあ、それがある程度この辺は今日調子ええなとか、全部をこう、今映ってないかもしれないですけど、全部使ってるわけではなくて、調子ええやつを、あかん、これあかんと思ったらすぐこう、やめたりしてるんですよ。言ってることわかります？ピュー。よいしょ。ピュッ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 。いや、えらい雨降ってた。今日は、ローズさん。ちょっとこう、ローズさん二人おるから、長野じゃない方のローズさんですね。ご提供いただきやした。写真をですね、ありがとう。の、お嬢ちゃんって言ってたかな？お嬢ちゃんの飼うてるなんか可愛らしい猫、もう一匹、もうちょっと黄土色系の黄土色系の猫と、2匹送ってきてもらいました。
そしてめちゃくちゃ大雨になって。で、ちょっとこう暗い、毛の方から、先に描いていって、カラオケね、確かにありやね。カラオケありやね。初カラオケ。人生初カラオケに行ってみた。YouTuber みたいでいいね。いいね。確かに確かに。ちょっと嫁はんに言ってみよう。ありがとうございます。確かに確かに。ちょっと西松屋にも行きたいなと思ってて。弟が帽子が欲しいって言ってるから。全部お兄ちゃんのお下がりやから。全部。よいしょ。やっぱ油絵のこう、場合少しこう柔らかく描けますよね。ふわーっとね。配信がね、なんかええ感じやったけど、くるくる病が久しぶりに発動してしまって。ピュ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 。ピュピュピュ。猫好きどう？もうちょっとこうとかとか言うて。猫好き。お箱なんやろね。なんやろね。お箱なんやろな。もうほんとカラオケも最近行ってへんね。お箱なんやろな。うちの嫁はんに聞いてみやろわからんな。何かな。もう全然行ってないですもんね。なんやろ。あれかな、サザンの希望の轍かな。一番歌ってきたんはそれか。よく似てると言われるのは米米クラブと言われました。古いな古いなよいしょ。古いなまだこう白じゃなくてどちらかと暗い色で、少しこう毛の、方向を今描いていっております。よいしょ。コロナになってからカラオケ行ってないです。僕も1回か2回なんか、スナック、忘年会かなんかでなんかスナック的なとこ行ったような記憶あるけど、だいたいね、偉い先生の歌ってるの聞いているぐらいの感じで。っていうぐらいやな。あんまもう行ってへんな。やっぱ30年ぐらい前の歌ばっかりですもんね。で、ちょっと白を少しこう使い出して、初めのうちは、筆のこう、ストロークとかをこう、なんちゅうの毛先をこう潰したような状態みたいなんで、少しこう書きながら、もうちょっとなんか、潰れた筆が欲しいな。なんかないかな。もうちょっと。意外とこう、いらなくなった筆とかで、受けたりするんですよね。あんま使わんような筆とかね。こういう筆とかも使えるかもしれないしね。ミスチル。ミスチルどんなんやったっけ？いわば、英語と英語のってやつちょっとあれですね。クロスロー、ねねねねねねねってやつお、いいね、この筆。これいいやん、ほら。ねねねねねねってやつ恥ずかしい。後で50前のおっさんが恥ずかしい。逃げるなよう歌ったな、それも。歌った。シーソーゲームをめっちゃ歌った記憶ある。恋なんてってやつね。いわば英語と英語のってやつでね、思い出しきそう。いつだってここが明るいのが入ってます。あ、いいね、これ。ちょっと斜めから映させてください。うるさいね。こっちはうるさいね。あらあら。顔になった。ごめんなさい、これ。わ、光ってるね。これ消した方がいいかな。ここじゃないな、光ってんのな。こっちか。
これのがね、なんかこう、毛先がこうなってるやつとかでね。しさげ、言えば、えごたえがな。あ、違うな。ワンタン早く言ってたね、今ね。カラオケええな。ちょっと連れてってみようかな。歌いそうやもんね、あの人たちね。なんかね。ブリンバンバン、ブリンバンバンって言ってますよ。ブリンバンバンバンって言ってますよ。こんな感じで、こう、毛先が開いたのとかも利用しながら、もう要混色することです。これもよう言ってますけど、混色して、要混色して、でもここやって、ここでこうなんか生の白に近いようなものにあんま頼らないようにしながら、これ影の中の明るいこう耳毛。耳毛。おっさんになってくるとたまにアホみたいに長い耳の毛見つけることあるんですよね。ショック受けますよ。何の毛やこれ。言うてね。おっさんになってくると嫌ですよね。でね。羞恥心もなくなってきてるからね。それはそれで楽なもんですよね。シャ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 。という感じで、こう、斜めからね。よいしょ。ここがね、どうしても光って、近いから光ってしもってますけどね。ちょっと全体的に暗いんですけどね。ごめんなさいね。猫ちゃんどんどん可愛くなりますか？まあ、顎の、ここごめんなさい。やっぱつけさせてください。ちょっと暗すぎる。ここちょっと光ってしまってます。申し訳ないです。いつもなんかね、もうちょっとこう、外がね、明るいんですけどね、ちょっと今日はもう本当にこう、雨が降っとるから、顎の下、こういうとこふわっとこう書くわけよね。何時間始めたっけ1時間ぐらいでここまで来ましたね。ここはある程度こう白さのある、それでもなんかちょっとこうグレーみたいな作って。いいね。確かにカラオケ行こうかな。この辺がやっぱ僕はこう日頃猫を見てないから口のとこの毛なんかどうなってるかってわからへんね。こういうとこね。皆さん書けそうでしょかわいいと。ね。昔聞いてた、みちみちさんも世代近いからな。僕らがこうカラオケとか行き出した頃って、中学生ぐらいの時かな。なんか本当にこう、箱みたいな感じ。本当にボックス。なんていうのプレハブじゃないけど、プレハブ小屋みたいななんかあるじゃないですか。ああいうの世代ですもんね。今みたいにこう建物じゃなくて、本当にこうなんか、駐車場みたいなとこにプレハブが、王子駅の王子駅って、王子駅のところからなんかホームセンター、なんていうあれホームセンターだっけな、あって、もうちょっとこうアップで見せたいね、この辺ね。よいしょ。よいしょ。ちょっと最後の方ね、少しアップでお見せしようと思います。ちょっとパレットは見えませんけど、ね。よいしょ。オランダで待っている2匹の飼い猫いつか描き、HK さんありがとうございます。今週の鬼高評価面白かったっすよ。もうなんか、国がね、オランダでしょうね。HK さん、オランダ。あと、やっぱりこう、ポルトガルの方。ポルトガルでしょ、台湾でしょ、で、イギリスでしょ、アメリカでしょ、あとどこやっけ、すごいですよね。なんか謎に多国籍になってきているというね。何なんですかね。キャナダバンクーバ
松下莉子さんも確か送ってきてたような気がするから。キャナダでしょ。あとはすごいよね。もう本当に多国籍になってきて、ねえ、どういうこっちゃって思いますよね。私の YouTube はもう謎が面白いですか？ K をこうやったんで。こんな作画動画にしたらね、ちょっとバズってたかもしれんね。失敗したね。こんなんね、こんなん作画動画にしとけばよかったかな。しもたな。この筆いいね。この筆、アーティファイ。多分安い、こう何本ものセットで買うたやつの一つです。これも含めて。ね。必ずお立ち台みたいなの。今もあるんちゃうの？カラオケって。どうなんやな。よいしょ。昔なんか、予備校の先生してた時に、試験の前日みんな緊張してたから、前日の昼休みバーっとカラオケボックス行った記憶あるわ。よし、1時間歌うぞっつってバーっと行って、なんか1時間だけ歌わして。よいしょ。こういう感じで、少しですね、筆の毛先とかも使いながら、こういう風にこうね、で、暗く乗せた上やったらば、まあこれもちろんこう、今日はアクリル絵の具と、2層で描いてますけど、またこれが乾いた後にもう1層もう1層って描けますからね。ニャンコロチー描きたくなりました皆さん。ニャンコロチー。ねえ、かわいいね。本当の猫好きからすると、いや、こんなんちゃうとかってなるんですかね。怖い怖い。怖い怖い。めっちゃ減った。99人になった。三色昼寝さん。美術の先生の耳毛というあだ名の先生いました。筆の使い方を見てと言われても耳の中のおもろいおもろい。いや、なんかね、僕もなんか小学校の先生で、こう、水泳の授業になると、ものすごいブーメランパンツを履いてくる先生、まあ担任やったんですけど、ものすごいブーメランパンツで、まあちっこいパンツですね。いわゆるブーメランパンツっていうちっこいパンツなんですけど、もう、その、おへその毛なのか何の毛なのかわからない毛がこう、ブワーっとこう下腹部に生えていて、子供ながらにあれは見せてええんかなと思った記憶が今のお話で蘇りました。ねえ。なんかね、これはどっちの毛なんや。いいんか見て、私たちは。みたいな。男性ですよ。もちろん男性の先生ですよ。ね、先生なんかあだ名ありましたか？あれじゃないですか。デリーじゃないですか。デリカシーがないから。あんまなかったですね。オギーとかじゃないですか。大学の同級生はみんなオギーって言ってました。予備校の先生してた時は、デリカシーないからデリーって言われてました。はい。品もないし、デリカシーもないから、デリーと。龍一くんから言われてました。すみません。ちょっと、画面が映ってないかもしれません。上の方の耳の方の耳毛描いてますので、今ね。ちょっと明かりの中心に、まあ、最後に暗いのとかも使いますけども、毛を描いていってますと。デリーとかね。トン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 。今日は油絵の具とアクリル絵の具を利用しながら描いていっております。アクリル絵の具を初めの段階で、まあ1時間90分で描くともう初めに縛ってみたんで、ね、そういう縛りをしてみても、かなり上級者向けでしょ。オギー、ギャランドゥ。
目青く、こう、青っぽいかな思って、もうちょっとこう黄色っぽいんですけど、まあ、初めにこう、アクリルとかで塗っといて、もうちょっとこう黄色っぽいのをこうかけていって、で、なんていうのこれが下地というか、色かなと思ってね。こんな感じちゃうのどうまあ、メリフェイさん。まあ、パレット混色見えてないかもしれんけどね。高校の国語の先生、猫ちゃんと言われ、とうとう本名がわかりませんでした。杉本さん面白い。本名わからなかったですか？なんかでもそういう感じのありますよね、なんかね。みんなが勝手にあだ名、僕も結構あだ名つけたりしてましたもんね。人のあだ名とかね。もうひどいあだ名をね。よいしょ。なんか、断平っていう感じの雰囲気の子がいたから、僕は勝手に断平くんって、いじめとかちゃいますよ。断平くんって呼んでたんですけど、小学校時代から中3までみんな本名が断平やと思ってたみたいで。結局今もその、上の名前はわかるんですけど、下の名前は思い出せません。断平くん。なんか断平って感じがしたんですよね。僕は断平って呼んでたんですけど。よいしょ。考えられないぐらい野球下手やったけど、ずっと少年野球一緒やったな。親御さんに聞いたら、やっぱりこの子も、まあ、こんなんでも入れんと、絶対運動全然せえへんから、みたいな感じで言われてたな。結局関西で一番いい大学行きはったもんな。勉強はできる子やったな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。まあ、暗いところっていうのは少しね、色をしっかり混色して、一番明るいところはここあたりかなとか、このあたりとか、この辺にちょんと入ってきてる系かなとか、もうそこのところだけはやっぱりこう、外さんようにしてくださいね。高校の先生、ね、とっつぁんと呼ばれていてとか、なんかそれあるあるですよね。僕もなんか高校生の時の担任の先生が、当時30歳やったんですけど、ね、結構な年に感じてましたもんね。同級生たち。結構な年だと思ってたんですけどね。この間、名古屋の個展に来てくれてたから、わざわざ奈良から。見た方もいると思うんですけど、それで60って言ってましたもんね。最近定年してんとか言ってたから、そうやな、あの時30やったもんな、みたいな、ありますよね。見てなかったら祈ります。見てないこと祈ります。この動画。見てないこと祈ります。すいません。いらん失言をしてしまいました。まあ、そう、ちょっとありますよね。高校の先生とかでね。僕逆に予備校の先生してた時に、22、3でもう35ぐらいに思われてましたよ。態度悪いから。口も悪いし、態度も悪いし。22、3やのにもう35ぐらいに思われてました。先生で20代なんですかってしょっちゅう言われました。汚いし、態度も悪いし、口も悪いし、ね。髪の毛も汚いし、全部もう最悪なんで、言われてました。中学の先生は顎が張っていたので、エラと呼ばれていました。すみません。なんかね、いましたね。ちょっとね、こう。英語の先生でやっぱりこう、四角いこう、お顔の先生おられて、よくこう、黒板に似顔絵僕書いてました。ほんとすみませんでした。みんなで謝罪しよう。今日は謝罪の会にしよう。みんなでね、過去の。はい。僕は黒板に大きいホームベース書いてました。あれ私です。もうそれはバレてるでしょうけどね。大きいホームベース書いて、授業の前にケタケタ笑ってました。大きいホームベース書いてました。よいしょ。担任の先生がちょっと歴史の、いつの先生とは言わないですけど、中国の、革命家、孫文に似てたんで、よくこう、黒板に孫文の顔を描いてました。ごめんなさい、あれ僕です。バレてると思いますけど。孫文を描いたのは僕です。はい、ありがとうございます。ごめんなさい、すみませんでした。それが、運動会とかの時に着る T シャツの、T シャツのあれになってですね。
ここにこう、孫文を書いたのはあれ私です。もうすみませんでした。30年経って今謝罪してます。申し訳ございませんでした。二度としません。申し訳ございませんでした。もう二度としません。みんなに書けって言われたから書いたんです。圧力をかけられました。孫文を書いたのは私です。そうです。いや、結構大雨になってきたな、ちくしゃん。もう、さっきちょっと晴れてたから、いけるかな思ったんやけど。ということで、96人。黒板に似顔絵。もうみんなそんなんしたでしょ、その当然。伊藤千恵さんとか絶対やったでしょ。ね。ちっちゃい紙に書いて、こう、後ろに回したりしたでしょ、皆さん。絶対そんなんするでしょ。後ろに回して、ケタケタケタってね、受ける、笑い取るとか、そんなんしたでしょ。という感じで、書いてまいりました。もう質問ないですか？今日一問だけですよ。鼻に触りたい。こうやっぱ鼻がいいんですか？にゃんころちーは皆さん。鼻がいいんですか？まあ、そんな今日、まあ、難しいことやっぱやってたかなとは思うんですけど、まあ、よう見てみたら、できそうな気しませんか？多少はね、こういう筆さえ見つかれば、今日はもうたまたまグッドラックですよね。たまたま今見つかりました、こういうのが。よいしょ。よいしょ。めっちゃくちゃ雨降ってきた。最悪。よいしょ。で、ちょっと暗い色も、でも多くはやっぱ明るい色で描いていったという感じですよね。で、暗い色も少しこう使いながら、輪郭のところふわっとこうさせてあげたりとかして、きました。大谷君やってるんですか？もう早く終わろうか、じゃあ。で、最後、ヒゲとかをどの筆使うかというので、今日なんかずっと絶好調やった筆がどれかあったんですけども、どれかな、どれか、危ない。どれかな。見当たら、これか。これがまあまあ調子が良かったんで、こいつで。細い線引くときは、まあちょっとテレピンと、ほとんど溶き油つけてなかったの分かりました。まあ、もう一回見返してみてください。ほとんど多分つけてないです。で、今ちょっとつけました。ほとんどつけてないです。今日も終わった。今日はメッツ。じゃあ第6戦に行くのか。で、よいしょ。よいしょ。ちょっとね、年長性を高めた、こっちは、あれで、スタンドオイルで練ってある方なんですけど。少しこう、毛先、あれですね、こう、根元行くと黒いんですね。にゃんころちをこう観察したこともないので。よいしょ。こんなね、可愛い方いいけどね、うちのところに茶色い焦げ茶色のものを、いつもこう、忘れていきやる子、なんかね、あの子ちょっとクソ生意気そうな顔してるんですけどね。よいしょ。かわいい。やった。一日やればこれぐらいかけるぞ。ということですよね。そうね。持ち越しというか、あと2試合で1勝すれば、一応あれかな。どっちアメリカンリーグ、ナショナルリーグ、どっちだっけの優勝なんですかね。ね。どうこんな感じでいいのにゃんころちって皆さん大丈夫？よいしょ。この辺の手毛も書いとかなあかんね。手毛ね。手毛。毛先の方から、シュッシュッシュッ。シュッ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 。シュッシュッシュッ。ご視聴ありがとうございました。90分以内で
ある程度、にゃんころち描けたんじゃないかなと思うんですけど、皆さんの感想はいかがですか？このぐらい描けるわ、アホ、ボケかすって感じ？よいしょ。楽勝や、こんなもん。何を言うとん、このおっさんって感じですか？どうですか？よいしょ。おいよ。ビー玉のような目、かわいい。目力。ね、どうですか？いかがですか？描けそうですか？本当にこの MVP、これですね。この筆。この筆すごくこう、いきなりこう、重宝しました。なかなか、こういうチャンスをね、つかめる子っていうのはなかなかね、こう、あれですよね。スターになれるということで、こういう筆を一本見つけたら、こういうニャンコロチー、ワンコロチー、ニャンニャンチーチッチッチーは描きやすくなるかなとも思いますし、よいしょ。ということでございました。大雨。こちら、大雨でございます。大雨。大雨。よいしょ。楽しかった。よいしょ。もうすぐ本当イタリア嬉しいわ。楽しみやわ。ということで、かわいい？肉球書いてください。肉球ないんですよ。肉球ないんですよ。横浜 M さん遅い。髭が入るとまた可愛い。ねえ、おたりくん負けました。メッツが勝ちました。皆さんね。あいあい傘が黒板にあった昭和。ここなんかね、手めちゃくちゃ大きい、あれ写真としては可愛かったんですけどね。これ肉球描いた方がよかった。ね。よいしょ。猫の肉球が可愛いんですか皆さん。僕そういうのがわからんから、皆さん言うてくれやんと。早く言うてくれやんと。ね。よいしょ。猫の写真大募集ですよ。我が家の猫めっちゃ可愛いですとか。ワンコロチーム一回やりましたけど、またワンコロチーム、僕は一番大募集したいって思ってるのおじいちゃんおばあちゃん可能ならば、90オーバー。いかんかったら80代。マサオさん第2弾。いつでもやりたいと思ってますので、マサオさん第2弾がいたら、ぜひぜひ。よいしょ。という感じでございました。男ね、なんか肉球っぽい感じはあれですけど、この辺は、今日は、ね、もうそこまでやるとあれなんで、ちょっとこの辺は許してください。じゃ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 。じゃ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 。よいしょ。じゃん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 。という感じでございました。本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、本当によろしくお願いいたします。多分そういうのするとね、おすすめとかに上がりやすいんやと思うんですよ。皆さん協力して。よいしょ。ということでございました。ニャンコロチー、ワンコロチーのうちのワンコロチーからニャンコロチーは油絵で描き、ちょっと油が多すぎる。油が多すぎると、描いた時になんかね、よいしょ。アーカイブで見てる方とかもね、よかったらコメントください。本日もご視聴ありがとうございました。大体、可能な限り、土曜日の夜ちゃうわ、朝、ライブ配信をしております。リクエストがあれば、今一つ、あるなと思ってるのは、いいか。皆さんの方でリクエストがあれば、ぜひぜひお待ちしております。よいしょ。ちょっとね、周りを暗くして閉じ込めるような感じ。猫ガッツ感じにいたしました。本日もご視聴ありがとうございました。ちょっと途中配信くるくる秒出ましたけど、お許しください。ということで、本日は終わります。良い週末を。